空が青いな。はい、おはようございます。今日はですね、9月の25日木曜日でございます。早朝8時前でございます。はい。今日はですね、昨日来ました金谷の、富津市金谷の、松の木をね、伐採を朝からやってまいっておるわけでございます。はい。昨日ね、2本切る予定が、思わず苦戦で1本しか切れませんでしたんでね。はい。今日は松の木、それとですね、ここソテツっていうんですかね、このトゲトゲの木、ここもね、葉っぱを切ってくれと言われてますんでね、これがね、4本だか5本だか、はい、これもね、頼まれてますんで、今日一気にちゃちゃっと全部終わらせればいいななんて思っておりますが、どうなんでしょう、終わるんでしょうか、分かりませんが、とにかく、やっていきたいと思います。ということで、今日もよろしくお願いいたします。月はい、それじゃあね、この脚立のね、秘密兵器を使いまして、こういうところね、水平じゃないんで、水平を保てる、足をね使いまして、いよいよ切っていきたいと思います。じゃあまずはね、枝から落としていきます。ということでね、昨日、奥の松の木ね、カットして、ちょっとね初めてだったもんで要領つかめずで1本で終わってしまいましたが、今日はね2本目、ある程度、準備もしてきましたし、ブルーシートを使ってね、なんですかね、荷台、コロコロ重い荷物をね動かすやつ、荷台の代わりにブルーシートで、用意しましたし、この脚立のね足も用意しましたし、はい、ということでね、枝が切り終わったので、ちょっと高いところにねロープで引っ張りまして、倒れる方向をね、ちょっと調整できるように、隣の木にまず、くくりつけました。はい、それでね、チェーンソーで切れ目を入れまして、そして倒していきます。はい、でね、ちょっとねこの後、緊急事態が発生しまして、まずね一つはね、大したことない緊急事態なんですよ。はい。で、最後の最後、ご覧ください。すごい緊急事態が発生してしまいましてですね、今日は緊急事態尽くしということで、はい。いやー、ちょっと初めてのことだったんでね、びっくりしちゃいました。あとご覧ください。はい、多分ねこれがね、松食い虫の正体だと思います。はい、これが、ところどころに穴を開いてまして、多分これがね、根っこまで行って、
このようにですね、これいるんですかね。よいしょ。これだと思います。これなんかよいしょ、分かりやすいと思うけど、穴が開いてね、よいしょ、ここから穴開いて、そしてね、真ん中までね、行って、さらに向こう側まで行ってますね。はい、ということで、ツクイムシ怖いですね。はい、ということでね、ブルーシート2台、これをね使いますとですね、普通のね、運送会社さんが持ってるような荷台だとね、車輪型の荷台だと、こういった凸凹道はね走れませんし、あとですね、あまり量が運べませんけどね、ブルーシート2台はですね、実は意外と量も運べるし、ボコボコした凸凹した道でもね、運んでくれます。はい、意外と便利ですのでね、以前私もフッツラボで草とか土とかねを運びましたんで、はい、これ便利ですので、皆さんやってみてください。はい、それとね、チェーンソーね、今回はね、勉強学習しまして、はい、チェーンソーはねあまり力を入れて切らない、手の子もそうなんですけど、あまり力を入れると、切れません。はい、ですのでね、力を入れずに切ることをやったら、意外とすんなり切れるようになりましたということですね。はい、やったーみたいな感じでね、3分割にして、捨てに行きます。はい、はい、こちらがね、ブルーシート2台でございます。はい、そしてこちらがですね、はい、チェーンソーを、使って切ってるわけですが、はい、思い切り力を入れてました。今まではね、こう押し付けるんですね。はい、押し付けてもですね、変わりません。はい、ということでギリギリまで、チェーンソーで刃を入れまして、もう手で倒れるところまで持っていきます。はい、それではね、これがね、さっぱり丸坊主にしてほしいということなんで、この葉っぱをね全部切ってくれということなんですが、もちろんそんなことはやったことはございません。はい、ですのでね、ちょっとよくわからないので、まずはねこちら枝切りばさみでねちょっと一箇所、潜り込んでみたいと思います。はい、これはね、じゃあね、どういう仕組みになってるんでしょうか。一箇所まずね、さてこんな感じになってるんですね。よいしょ。いってチクチクします。でね、これはねこのまま、運ばないでいいと言われてますんで、このまま、近くに放置したいと思います。ということで、どうやらチェーンソーでいけそうですね。はい。
じゃあチェーンソーでいっちゃいます。痛い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 。はい、お客様、スポーツ狩りに、いたしましたけど、こんな感じでいかがでしょうか。はい、またね、当店1000円カットなもんですから、また伸びたらね、ぜひうちに来てください。はい、ということで、スポーツ狩りで、うちはねシャンプーやってないんでね、シャンプーはね、はい、帰ってください。とっとと帰ってください。はい、はい、ということでね、こちら1個目の砂鉄知らんけど、はい、これだけ、丸坊主にいたしました。こんな感じでね、結構ねカットするとね恥ずかしいですね。なんですかね、すっぽんぽんにされた感じですね。はい、ということで2本目いきます。次のお客様どうぞ。はい、うわ伸びたね、随分ね。はい、どんなヘアスタイルにするの？スポーツ狩り。はい、じゃあバリカンでいくよ。バリカンでね。はい、はい、ということでね、またバリカンで、さっぱりスポーツ狩りにねしていきますが、なんかねこの辺からね嫌な予感はしたんですよ。はい、なんか嫌な予感がしたんですけど、まあ大丈夫だろうってねいつもの感覚でやってたんですが、ちょっと思わぬ事態になってしまいましたね。はい、それとね枝切りバサミをねどっか置いてきてしまいました。現場に誰か見つけた人いたら届けてください。ということで散髪やっております。ここで緊急事態発生、チェーンソーが動かなくなりました。はい、まあ電気は来てるんですけどまるっきり動かない。私の見立てだとオイルですね。オイルをちゃんと確認してないでぶん回しちゃったんで、ちょっとモーター焼き付いちゃったかもしれない。どうしよう、ちょっと考えます。はい、ということでね、新たにマキタのチェーンソー買ってきました。はい、でね、これチェーンとね、本体別々なんで今組み立てましたけど、はい、六角ボルトで外さなきゃいけないんですけど、六角がここについてたんで、いやねえのかなと思ったけど、まあ、なんとかできました。ということでやっていきます。こいつねスポーツ狩りのお客さんです。はい、ということでね、緊急事態、まあ、この時はねチェーンソーが動かなくなってしまったという緊急事態だったわけでございますが、いやまさかねこの後あんなことが起ころうとも予想がつかなくてですね、まあ、ちょっと不意打ちというか気をなんか緩めてましたね。はい、以前でしたらビビリな私はですね、必ず察知して準備するんですが、まあ、今回はもうほんと不意打ち中の不意打ちですね。
突然やつは現れました。現れましたといえばですね、実はイノシシも今日遭遇しました。はい。ということでね、この後またご覧ください。はい、それでは次のお客さんどうぞ。はい。今日はどんなヘアスタイルにしますか？はい。スポーツ狩り？またスポーツ狩り？今日はスポーツ狩り多いな、お客さんな。わかりました。じゃあバリカンでスポーツ狩り、やっていきたいと思います。とね、起こる恐ろしい出来事、見てください。チェーンソーで、ほとんどね中も見ずに、葉っぱを切ってってますでしょう。はい。まさかねこんなことになるとはこの時点でも全く、警戒してません。はい。ということでね、この後起こります。はい、次のお客様。はい、はい、いらっしゃいませ。どんなヘアスタイルにしますか？またスポーツ狩り？わかりました。じゃあスポーツ狩りで。今日4人目だな。はい、ということでね、ちょっとここから展開早いですから気をつけてください。見ててください。はい、ここ下切りました。そして上切った瞬間見てください。白いものが見えませんか？そして何かブツブツ動いているのがまだ気づいてませんね。ここからもうすでに見えてますけど、この男はうわっと逃げた。なんかに動き回っているのが見えます。そして俺はダッシュして逃げ回っております。何があったんでしょうか？はい、ですね、蜂に襲われました。ちょっと蜂に10箇所ぐらい刺されて、今このね依頼主さんが救急車呼んでくれるってことなんで、ちょっとね初めて蜂に刺されるんで、何が何だかよく分かんないですけど、とにかく逃げても追いかけてくると、いうことで、今ねちょっと救急車呼んでもらいました。はい。ということで、とりあえず今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。